ドジャースはパドレスとの決戦に挑み、試合開始直後から一進一退の緊張した展開となり、両チームとも一歩も譲らない状況でした。そのため、試合は4回に極めて物議を醸す場面を迎え、両チームの間で激しい混乱と対立が一気に噴出しました。具体的には、パドレスの捕手が大谷に対して危険かつアンスポーツマンライクな妨害行為を行ったとして、激しく非難され、球場内でも批判が殺到しました。スローモーション映像が公開され、大谷の反応は衝撃を呼びました。審判団は緊急介入し、パドレスの2選手に対して厳しい処分を下しました。大谷翔平に関わる、この物議を醸すプレーの後、球場の雰囲気は完全に制御不能な状態となりました。プレーが終わると同時に、両チームのファンが一斉に立ち上がり、スタンドでは激しいヤジや罵声が飛び交いました。一部のエリアでは乱闘寸前の騒ぎとなり、ドジャースファンは大谷が危険な反則プレーの標的にされたと主張しました。一方でパドレス側はドジャースが問題を誇張し、審判に圧力をかけようとしていると反論しました。球場の雰囲気は極度に混乱し、警備員が出動して観客同士の衝突を防ぐ事態となりました。その最中、デーブ・ロバーツ監督は激しい怒りをあらわにしました。監督はすぐにグラウンドへ飛び出し、審判団に詰め寄って、プレーの検証のため、試合停止を要求しました。ロバーツ監督は、許されない卑劣な行為だと、繰り返し叫び、大谷が意図的に標的にされていると主張しました。ドジャースの指揮官はさらに、MLB に対して、事態の徹底解明と、大谷への公正な扱いの回復を強く要求しました。また、リーグがスター選手を本当に守る意思があるなら、このような危険なプレーを見過ごすべきではないと強調しました。発端は大谷の盗塁の場面であり、本来はごく一般的なプレーが一気に激しく複雑な論争へと発展しました。このプレー直後、ペトコパーク全体は混乱状態となり、ドジャースは審判団に強く抗議し、米メディアもパドレスによる意図的なダーティプレーの可能性を疑い始めました。この場面は4回、大谷がウォーカー・ビューラーとの緊迫した対決の末に、フォアボールを選んだところから始まりました。日本人スーパースターが一塁に出塁した瞬間、球場の空気は一変しました。テレビカメラは大谷を執拗にクローズアップし、わずかな隙があれば、いつでも盗塁が起こり得ることを全員が理解していました。しかし、決定的な投球の直前、奇妙な動きが見られ始めました。パドレスの捕手ロドルフォ・ドランは、不自然な形で、キャッチングの構えを何度も変えていました。彼は何度も配球を変えるようなフェイク動作を見せ、パドレスが低めのブレーキングボールをゾーン外に投げるかのようなサインを意図的に見せていました。大谷はその動きを非常に注意深く観察していました。捕手の動きと投手のタイミングの癖から状況を読み取り、彼は盗塁のタイミングを即座に見極めて加速する準備を整えました。しかし、大谷がスタートを切ったその瞬間、球場全体は誰も予想しなかった展開によって騒然となりました。パドレスの投手ウォーカー・ビューラーは、あらかじめ準備していたピッチアウトを突然実行しました。ボールは非常に高く、そして速く、捕手が捕球しやすいグラブ側へ完璧に投じられました。テレビ中継の解説者たちは数秒間言葉を失いました。MLB の元捕手は生中継の中で直ちに、これは走者を欺く違法な動作に該当する可能性があると指摘しました。これはプロ野球界で大きな論争を呼ぶタイプの動きです。しかし、さらに衝撃的だったのは、その直後の場面でした。大谷が猛スピードで二塁へヘッドスライディングした瞬間、パドレスの捕手は、ドジャースのダグアウトを激怒させる行動をとりました。ロドルフォ・デュランは、自然な送球動作ではなく、意図的に大谷の走路側へ大きく移動し、遊撃手が走者の進路を横切るような送球角度を作り出しました。その後、ザンダー・ボガースは、送球を補給したにもかかわらず、すぐにはタッチを行いませんでした。その代わりに、スライディングしてきた大谷の足に、膝を当てて、進路を塞ぎ、その後、グラブを下ろして、タッチアウトを行いました。接触が起きた瞬間、ペトコパークの観客席全体から、大きなどよめきが起こりました。その後のスローモーション映像では、大谷の左足が、高速スライディング中に、地面とボガーツの膝の間に挟まれるような状態になっていたことが映し出されました。フレディ・フリーマンが最初に反応しました。彼はすぐにダグアウトを飛び出し、審判団に向かって大声を上げながら、二塁方向を指さしました。デーブ・ロバーツ監督も激しく怒りをあらわにしました。
ドジャースの指揮官はダグアウトを出てグラウンドへ向かい、パドレスが極めて危険な走路妨害を行ったとして、審判団に緊急協議を求めました。彼はすぐにダグアウトを飛び出し、審判団へ向かって叫び続けながら、二塁方向を指さしました。デーブ・ロバース監督も激怒しました。ドジャースの監督はグラウンドへ出て、パドレスが極めて危険な走路妨害を行ったとして、審判団に緊急協議を要請しました。その後、米国の解説者たちは、大谷にはスライディングの方向を変える余地がほとんど残されていなかったと分析しました。もし足の着地点が数センチでもずれていれば、足首や膝、靭帯に深刻な負傷を負う可能性があったと指摘されています。さらに論争を激化させたのは、その後のパドレス側の反応でした。大谷が足の状態を確認するため、数秒間グラウンドに座り込んでいる一方で、パドレスの捕手は平然とした表情でマウンドへ戻り、ボガーツはチームメイトと激しく喜びを分かち合いました。パドレスファンは熱狂状態となりました。電光掲示板に盗塁死と表示されると、ペトコパーク全体が歓声に包まれました。しかし、SNS 上では怒りの声が急速に広がりました。多くのドジャースファンは MLB に緊急調査を求め、パドレスが首位争いの直接対決で大谷を狙った接触トラップを意図的に仕組んだと主張しました。大谷翔平の物議を醸した盗塁プレー直後、ペトコパークの雰囲気は一気に騒然となりました。ドジャースのデーブ・ロバース監督は冷静さを保てず、二塁を指さしながら大谷にとって極めて危険だったとされる接触プレーについて審判団に説明を求め続けました。しかし、本当の意味で緊張が爆発したのは、パドレスのクレイグ・スタメン監督が突然ダグアウトを出てロバーツ監督へ向かった瞬間でした。当初は短い言葉を交わしていただけでしたが、数秒後には口論が急速にエスカレートしました。ロバーツ監督は、パドレスが大谷を狙ったダーティープレーを行ったと強く主張し、一方のスタメン監督は激しく反論し、あくまで通常の野球プレーだったと主張しました。両監督は、ファウルライン付近で顔を突き合わせるほど接近しました。ロバーツ監督がスタメン監督に下がるよう求めるかのように、手を前へ突き出す場面もあり、パドレス側の監督も前へ出たため、両者は体が接触しそうなほど接近しました。両チームの選手たちは、直ちにダグアウトから飛び出しました。フレディ・フリーマンとムーキー・ベッツは、ロバーツ監督を制止し、パドレス側も、スタメン監督をベンチ方向へ引き戻しました。ペトコパークの観客は、グラウンド中央での緊迫した光景に熱狂し、審判団は乱闘への発展を防ぐため、両者の間に割って入りました。数分間の混乱の後、審判団はドジャースとパドレスの対立を鎮めるため、二塁付近で緊急協議を行いました。4人の審判は輪になって長時間協議を行い、そのまま両チームの選手たちはダグアウトから声を上げ続けました。デーブ・ロバース監督は引き続き大谷との接触プレーの再検証を求め、パドレスによる危険な走路妨害があったと主張しました。しかし、協議の結果、審判団はグラウンド上の判定を変更しないことを決定しました。その後、球審はグラウンド中央に出て、先ほどのプレーは野球における通常の守備戦術の範囲内であり、明確なルール違反や故意の危険行為は認められなかったと、両チームに説明しました。この判断により、パドレスファンは大歓声を上げましたが、ドジャース側は最後まで不満を隠しませんでした。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。